子覚えてる。運んでくれたのありがとう。あなたはプロデューサーの人？私、篠沢ヒロ。はじめまして。私をプロデュースしてほしい。なんで？そうなんだ。私のこと知ってるの？そうなの？照れる。筆記が満点だったから。面接の時、変なおじいちゃんが。見込みがある。この学園でトップアイドルを目指すがよい。って冷たい目。私をすごく低評価しているのがわかるよ。おじいちゃんじゃなくて、あなたが正しいと思う。自信持って。どういたしまして。一番私に向いてなさそうだからかな。プロデューサー、ちっともわからないって顔してる。しばらく一緒にいればわかるかも。お試し。嫌になったら契約解除すればいい。プロデューサーになってくれそうな人他にいないから。私がアイドルになるためにはプロデューサーが必要だから。まだ分かりにくい？嬉しい。私アイドルにちっとも向いていないけど、本気で全力で頑張るよ。それはきっと楽しいから。おはよう、プロデューサー。どうしているの？筋肉痛がすごい。私運動不足だから。体力も筋力も全然ない。アイドルのレッスンにちっともついていけなくて、終わった後倒れちゃった。要改善。お願いします。そうなんだ。空いた時間はどうすればいい？私もそう思う。イメージトレーニング。体力が減らないレッスン。合理的。私に合ってる。お手本はアイドルの動画？確かに目の前で観察した方が効果的。やってみる。私が不健康だから心配してる？
私に才能がなくてアイドルになれないこと。プロデューサー、ごめんなさい、心配させた。いいよ、ちょうど朝ごはんの時間だから一緒に食べよう。トップアイドル養成ご飯。私は深く反省した。アイドルには健全な肉体が必要。このご飯とドリンクで健康になる。いいけど、プロデューサー疑い深いね。とっても不思議な味。プロデューサー、私はね、ちっともアイドルに向いてなくて、何をやってもうまくいかなくて、心配されるばかりで、誰にも期待されない今が、一番下から一歩ずつ登っていこうとしてる今がとても幸せだから大丈夫。するならうん。皆さん、授業を終える前にプロデューサーとしての大切な心構えについて一言だけ。担当アイドルを深く理解すること、基本にして極意ですよ。ヒロちゃん、プロデューサーがついたの？うん。羨ましいですわ。落ちこぼれ仲間だと思っておりましたのに。ぐぬぬ。お友達に一歩先を行かれてしまった気分ですわ。どんな人？私にとってすごくいいプロデューサーだと思う。好き。篠沢さんのお口からそんな甘酸っぱいお言葉が聞けるだなんて。どうしよう、ちなちゃん、私までドキドキしてきた。私だって同じですわ。ヒロちゃん、プロデューサーさんのどんなところが好きなの？この学園で会った人たちの中で一番私のことを。一番私のことを低く評価しているところ。ん？私のことを今にも見限ってきそうな眼差しが好き。あれ何やら雲行きが怪しくなってまいりましたわ。そのプロデューサーさんで大丈夫なの？大丈夫。引き受けたからには全力を尽くすって言ってくれた。1ヶ月だけのお試し契約だから、来月になったら私は捨てられちゃうかも。ちっとも大丈夫じゃない。幸せそうに言うセリフじゃありませんわ。これが恋ゆえの盲目というやつですの。どうしよう、ちなちゃん、私ハラハラしてきた。花見さん、気をしっかり持ってくださいませ。篠沢さん、私たちいつでも相談に乗りますわ。お友達ですもの。うん、ありがとう。プロデューサーから今週の課題と今月の課題をもらったんだ。梅のおかげでウィークリーミッションは達成できた。何かしたっけ？今週の課題は先週よりも健康になること。私の食事は改善された。あなたのおかげ、ありがとう。えへへ。お礼なら作ってくれたお姉ちゃんに言ってあげて。そうする。今月の課題は何ですの？立てるようになること。今立ってるじゃん。今の私はちゃんと立ってないんだって。起立して静止するアイドルの基本ができてないってとても難しい課題。私、月末までに片足立ちを10秒維持できるようにならないといけない。
できないの？できない。なんで？花見さんは運動音痴を甘く見すぎですわ。できないものはできないのです。わかる。たとえプロデューサーが私に強力な催眠を施して腕立て伏せを10回しろって残虐な命令をしたとしても1回もできない自信がある。例えが不穏かつ具体的ですわね。そんな私をチナに助けてほしい。もちろんですわ。でも私何をすれば？お手本見せてほしい。あなたの立っている姿とても綺麗だから。そんな照れちゃいますわ。お手本でしたわね。普通に立てばよろしいですな。お望みなら片足立ちでも何でもいたしますわ。まずはまっすぐ立っているところを間近で見たい。こうですの？ほんとだ。普通に立ってるだけなのに綺麗に見えるね。礼儀作法のお稽古をしていたおかげでしょうか。すごい。足を押してもちっともフラフラしない。筋肉がついているようには見えないのに不思議だなあ。お二人ともお触りは許してませんわ。後で何度も見返すために動画を撮影してもいい？構いませんけども。関節の動きを観察したい。上着とスカートを脱いでほしい。付近の皆様に叱られちゃいますわ。さあレッスンを始めるぞ。はい。篠沢は今日から特別メニューになる。特別メニュー？お前のプロデューサーと話し合ったんだ。走らせるたびに倒れるのではレッスンにならんからな。プロデューサーはなんて？何年も地下牢につながれていたお姫様のように扱えと言われた。そうなんだ。お姫様。ヒットポイントが1しかないから慎重に指導しないと死ぬとも言っていた。プロデューサー曰く普通に登下校をするだけでも篠沢にとってはハードトレーニングなのだと。さすがプロデューサー。正確な見立て。誇らしそうな顔やめろ。そういうわけで特別メニューだ。確認しろ。はい。ふむふむ。これは高齢者用のリハビリメニュー。ずっと気を使った表現をしていたのに台無しだよ。不満か？不満じゃないけど早くもっとハードで苦しいレッスンをしたい。初日から思っていたが根性はあるのだよな。そんなにアイドルになりたいのか？なぜそこで悩むんだ？アイドルになりたくて学園に入ったのだろ？私はアイドルを目指すために入学した。同じように聞こえるがな。まったくよくわからん生徒だよ。ここまでにしておこう。まあ頑張ったな。プロデューサー来てたんだ。軽いストレッチしかさせてないぞ。軽いストレッチをした結果だ。限界ギリギリまで頑張った。なあプロデューサー、こう言っちゃなんだが彼女をアイドルにするのは無理じゃないか？全く見込みがないと思うぞ。今はただただ苦しい生と死の狭間をたやたっている。
ロデューサー、私この学園に入ってよかった。ねえプロデューサー、私ってよくわからない生徒かな。そうなんだ。アイドルになりたくて学園に入ったのかって聞かれて、アイドルを目指すために入ったって答えたら、同じように聞こえるって、よくわからん生徒だなって。今まで私、ずっと得意なことばかりやってきた。何をやってもうまくいって、苦しいことなんか何にもなくて、みんなが私に期待した。みんなが私を褒めてくれた。すごくつまらなかった。だから逆をやろうと思ったの。向いていないことを頑張るのは、とっても新鮮で、面白そうに思えた。一番私に向いていない仕事。一番面白そうだった仕事、アイドルを目指している今が私すごく楽しい。それはダメなこと？なりたい。だけどみんなとは違ってアイドルになるのは夢じゃないと思う。強いて言えば趣味かな。私を見限る。そう。いいの。さっき私には熱量がないって。よくはないんだ。それはそう。おっしゃる通り。そうかな。それは趣味だから。だって趣味だから。私の趣味を肯定するの途中でやめた？プロデューサーは時々ひどい。ずっと聞けずにいたんだけど、あの時どうして私をプロデュースしてくれる気になったの？私のことが好みだったから？今日のプロデューサーは特別ひどい。趣味ならしょうがない。私はきっと夢の役には立たないね。趣味ならしょうがない。任せて。きっとすごく楽しいよ。7、8、9、10。片
片足立ち10秒維持達成。すごーい、やったねヒロちゃん。篠沢さん、ついにやり遂げましたわね。これでプロデューサーに見限られずに済みそう。ステップアップしたのにテンション落ちる人初めて見たよ。私だんだん慣れてまいりましたわ。私たちが出会ってからもう1ヶ月経つもんね。4月も終わりですわね。あっという間でしたわ。篠沢さん、次の課題は何ですな？週ごとの課題は体重を少しでも増やすこと。スリムな篠沢さんは私にとって羨ましい限りなのですが、これ以上減ると生命の危機。できることなら私の体重を分けて差し上げたいですわ。消費カロリーが増えた割に体重は減ってない。私専用の食事を提供してくれる優秀な料理人のおかげ。ヘビーユーザーが満足してたよってお姉ちゃんに伝えておくね。篠沢さん、5月の課題は何ですな？歩けるようになること。毎日歩いてるじゃん。私のはアイドルの歩行じゃないってなんとなくわかる。歩くと足首と足の裏が痛い。ももの付け根に違和感がある。裸足になってタオルを足で掴むエクササイズがあってね。うまくできなかった。私の足指は動かない。そっか。じゃあ足の裏を地面につけたまましゃがめる？できない。人類には不可能な動きだと思う。私、体はカチカチに硬いですけれども、その動きならできますわ。すごい。シナは人類じゃなかった。人類の基準から外れているのは篠沢さんの関節ですわ。ちゃんと動くようにしませんと怪我しちゃいますわよ。うん、それはそう。トレーナーさんはこの現状を知ってるんだよね？もちろん。いろんなエクササイズとストレッチのやり方を教えてもらった。これでも少しずつ良くなってると思う。1ヶ月でちゃんと歩けるようになるかはわからない。事情は分かったよ。私トレーナーさんと話してみるね。ごめん。どうなさるおつもりですの？私ね、マッサージが得意なんだ。というわけでヒロちゃんの体をマッサージします。よろしくお願いします。シナはどうして心配そう？花見さんのマッサージはとっても痛いのです。もう大げさだよ。怖がらなくても大丈夫だからね、ヒロちゃん。絶対大丈夫じゃないと思いますわ。望むところどんとこい。よーし、じゃあ始めまーす。ああ、ごめんね。硬くなってるとちゃっぴり痛いかも。篠沢さんが大声を出すの初めてじゃありません？大丈夫、問題ない。続けて。大丈夫だって。本当ですの？はーい、足裏を指で押していきますね。見ているだけで涙が出てきますわ。しのちゃんに足のマッサージはしたことないじゃない。そうですけれど、思い出してしまいますわ。脇の下に指を突き刺されるあの地獄の激痛を。突き刺してないよ。優しく触っただけだよ。はい、おしまいです。お疲れ様でした。篠沢さん、お気を確かに。生きていらっしゃいますか？バラバラになるかと思った。ですわよね。わかりますわ。すごくわかりますわ。ごめん、そんなに痛かった？おかしいな。お姉ちゃんはいつも平気そうにしてるんだけど。謝
謝らないで。私感謝してる。全身がすごく軽い。梅のおかげ。ヒロちゃすごい。歩いても足の裏がピリってしない。効果があったならよかったよ。またマッサージしてほしい。いいの？痛かったんでしょ？いい。ぜひ。分かったよ、ヒロちゃん。私に任せて。これからずーっと2人のことマッサージしてあげる。ありがとう梅。今後ともよろしく。プロデューサー聞いて。私なんと前屈で足首をつかめるようになった。プロデューサーが驚くのは珍しい。取り乱す気持ちはわかる。私は人類の限界を超えてしまったのかもしれない。今の私ならまっすぐ歩くことさえ可能。これで5月のマンスリーミッションを達成。私ダメ。そうなんだ。私の夢。プロデューサー、現実を見よう。あなたの担当アイドルは歌えないし踊れない。だけどそうやって私を焦らせようとするのは大事。ままならない感じがしていい。詳しく教えて。リアルな夢だね。なんで？その通り。プロデューサーは私を深く理解してる。嬉しい。私アイドルになれたならライブが成功するたびにしょんぼりすると思う。うまくいくばかりだった頃を思い出してため息をつくと思う。プロデューサーさん、怖がる必要はありませんよ。なぜならアイドルという仕事は決して安定などしないからです。プロデューサーの真似似てる？幾度も奇跡が起こって私が優れたアイドルになれたとして安泰な状況になどなりはしない。ままならない日々は終わらない。だからこそ私はアイドルを選んだのだから。うまくいかなかった。私を見限る？はい。いいの？うん。生のライブ初めて見た。当時の私がライブに参加したら無事では済まない。そう、だからやっと見られた。
すぐ間近で。すごかった。目キラキラしてた。あれが私の友達。大満足。他ってどうして私が梅のライブを見て悔しくなるの？私と千奈と梅ずっと一緒だった。梅は最初からすごかった。誰よりも早いのにおっちょこちょいでそそっかしくて、用意ドンで転んじゃったウサギさん。私より先にデビューするのもライブをするのも当たり前のことだと思う。だから悔しいとかそういうのはプロデューサー、どうしよう。私悔しいかもしれない。梅はすごい。私はちっともすごくない。なのに悔しいのは変。そうなの？わからない。負けたりとかなかったから知らなかった。大好きなことで負けるのすごく苦しいね。体が熱くて心臓が痛くてそわそわする。そうみたい。今初めて気づいた。好き、アイドルが。プロデューサー、ライブをする。私が明日プロデューサーが何とかする。やりたいから、面白そうだから、悔しいから羨ましい。プロデューサー、私あの時言ったよ。任せてって。私、明日ライブできる？苦しそう。仲間、プロデューサー、明日も一緒に楽しもうね。ちゃんと観客が入ってる。プロデューサーどうやったの？思い立った翌日にライブなんてできるわけないのに。プロデューサーなら何とかしてくれるかなってやっぱり何とかしてくれた。プロデューサー、私の他に友達がいたの？二人きりでライブを見に行く関係。私が失敗したらたくさんの人に迷惑がかかる。プロデューサーたちにも、私の後でライブをするアイドルにも、見に来てくれた人たちにも。だからアイドルは絶対にライブを失敗しちゃいけない。ちゃんと分かってる。そうだね。練習通りにやると失敗する状況。なんで今の私にかけちゃったの？日替わり。本番前なのに
悪口ばかり言う、プレッシャーが増えることばかり言う私のプロデューサーがあなたでよかった。行ってきます。ただいま、プロデューサー。すごく楽しかった。私のライブどうだった？私褒められてる？こんなにプロデューサーが褒めてくれるの初めて。忠告？だってそのためにアイドルになったから。自分でもびっくり。練習よりもずっとうまく歌えた。でもピンチじゃなくなったら今よりもっとダメダメな私になると思う。本当だ、問題ないね。すっごく嬉しい。プロデューサー、聞いてほしい。この前、私の後にライブをした子たちがね、担当プロデューサーと遊園地に行ったんだって。いいライブをしたから。ご褒美なんだって。プロデューサーは私の希望が分かってるのに無視する。結論は？プロデューサー、遊園地に行く。おー、遊園地初めて来た。疲れたから休みたい。少しは。そうする。プロデューサー、ずっと聞きそびれてたことがある。私に昔のことをちっとも聞かないのはなんで？入学試験の面接で私の経歴を見た先生は逆のことを言ってたよ。それをうまく使えばすぐに有名アイドルになれますよって。私の過去がそんなに役に立つ？なのに使わなくていいの？なんでもない。話すのが下手で伝えるのが下手で体が弱くてすぐ倒れる。そんな私に一番向いてないと思ったから。どんなに成功しても安定も安泰もない仕事だから。それは笑わない？ね、可愛くなりたかった。じゃあ私をこれからもプロデュースしてくれる？お試し契約今月も延長してくれる？どういうこと？騙した？私
限られるかもっていつもドキドキしてたのに。それはそう。それはそれとしてプロデューサーはひどい。鬼、悪魔。じゃあつまりこれまで通り。そうなんだ。それならずっと楽しいね。私もう元気になったからデートの続きしよう。